はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月前半の星の説明とタロットリーディングさせていただきます。それから2025年の星の動きをたっぷりと解説したカペラノート2025年版が準備ができました。よろしかったら概要欄からコメントに載せているリンク先から詳細ご覧ください。でこちらカペラノート予約販売のみになってまして、10月14日まで受付しています。で10月14日に受付したものを11月末にお届けするという形になります。海外発送もやっています。はい、で予約してくださった方にはもちろんプレゼントを用意していますので、そのプレゼントがね、この私がいつもやってるスプレッドの置き方とか解説を載せたスプレッドシートをプレゼントに用意してます。あと先生術のキーワード集とかですので楽しみにしててください。そしてもしノートはいらないんだけど星の情報だけ欲しいなっていう方にはPDF での販売もする予定です。そちらは11月の末から販売する予定にしてますので楽しみにしててください。では行きます。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。エンペラー逆、カップ9の逆、カップ7の逆、カップキング逆、ワンドエース、マジシャン逆、ワンドクイーンの逆ですね。気をつけることは対策がカップの10逆とペンタクスの2とオラクルはワンドの3です。なるほど。はい、ちょっと星の話先にしますが、10月3日が日食なんですね。これ金環日食です。で日食っていうのは皆さんが感じてる以上に私たちの体って結構反応して、何かちょっとだるいなとか眠たいなっていう風になる方も多いので、もしこの時ちょっと調子悪いなと思ったらゆっくり休むようにしてください。睡眠をとるようにしてくださいね。そしてこの日食自体がパートナーシップとかね、関係性とか調和ということに対して非常に学びを与えてくれるようなもので、前回9月にまた月食があり、10月3日日食があり、10月17日に満月があるんですけど、この1ヶ月ぐらいっていうのは何かがゴローって変わる、何か見えないところで調整が起こるよってことなんですね。でその調整っていうのが本当に私たちが気づくべきである感覚、価値、人との関係性において何が大事かとか、自分がどうありたいかとか、もっと本質的なつながりをするにはどうしたらいいのかみたいなことを気づくような流れを用意してくれてるっていう感じなんですね。でちょうどこの10月の前半っていうのは乙女座の皆さんにとってはお金とかいうね、自分の価値っていうところに焦点がすごく当たるので、中にはもっとお金をどうやって使おうかとか、どうやって稼ごうかとか、どこに使うためにどうやって稼ごうかとか、そういうことを考える方も多いかもしれませんし、またはね、非常に自分の感覚、もっと自分を信じようとか、もっと自分を大事にしようとか、そういうふうに思う方も出てくるんじゃないかなと思うし、それとてもいいことだと思います。どちらにしてもね、お金のことが気になっている方もそれ一緒なんですよね。自分の価値っていうものをどういうふうに見るかによって生み出すお金も変わってくるし、使い方も変わってくるので、何かその自分の感覚や価値、どれだけ自分を信じますかみたいなことがすごくテーマとしてきてるなっていう感じがします。そして入り口がやっぱりエンペラーの逆ですし、本当は自信を持ちたい、本当は持ちたいし持ってる部分もあるんだけど、でもこの部分に関しては自信がないとかね、もっと完璧な自分にならなければならない、もっと強くならなければならないっていうような思いがあるかもしれません。でも十分ですよ。十分これまでの経験で強くなったと思いますし、十分自分でもちゃんといいところも認められてるんじゃないかなと思います。もっと喜んでもいい状況をあえて喜びにどっぷり浸からずにちょっと問題点探しておこうとか、もっと修繕点がないか見ておこうみたいな感じで、いや今喜んでいい時ですよみたいな、そんな感じがしますよ。でも何かに備えてもっと良くなるために考えておこうとかね、そういうのありますよね。例えばですけど、ちょっと一つの例ですよ。例えば結婚式ってなった時に、うわなんて素晴らしい祝福の
空間なんだろうって、こんな嬉しいことってないよねって、この瞬間がもう魂に刻まれる喜ばしいことだよねっていう時に、本当にそれを嬉しいとか楽しいとか、やっと迎えられたこの日をっていうふうに思うよりは、こんだけお金かけちゃったけど大丈夫かなとか、例えば来てくれてる人たちは喜んでくれてるかなとか、いやこのドレスちゃんと似合ってるかなみたいな風にこう心配するみたいなね。でも実際は喜びのエネルギーがそこにあるっていうことが一番大事なわけで、なんかそれを感じてねっていうのがちょっと思いました。どこに焦点を向けたところでエネルギーは一緒なんですよみたいな、今この場は結婚のエネルギーの場なんですよっていう感じがあるので、今自分がいる場、生活してる場もそうだし、職場もそうだし、自分が生きてるこの空間っていうものは祝福されてる場なんですよっていう、そこで自分がその中での喜びにを感じるのか、その中での心配事を探してそっちに向くのかっていう感じで、今のメッセージは祝福の方に目を向けてねっていうメッセージです。そしてここからもまたバンドの絵師ということで、頑張るみたいな、分かった頑張るみたいな感じでちょっとね気持ちを切り替えて、なんか進んでいけそうな感じがすごくします。頑張ってって感じなんですけれども、でマジシャンも出てるしいいんですけども、頑張るって言いながら足震えてるみたいな感じがあって、まあそれはそれでねいいですけれども、ちょっと自分では戸惑ってるとか、ちょっとドキドキする、本当に大丈夫、もうちょっと準備した方がいいんじゃないかなみたいな、またちょっと後ろに下がっていきたくなるみたいな感じが出てます。いやいや十分ですよ、もういけますよ、いつでもいけますよみたいな感じで、もう後ろから押されてる感じがありますね。やっぱりオラクルがワンドの3なんですね。私から見ても逆でも全然いいんです。ワンドの3は逆位置も正位置も同じなので、もうこれ海を渡ってるみたいなカードなわけです。見ていっていいんだよ、未来を見ていっていいんだよみたいなカードで、ご自身の生活や人生や自分自身っていうのは明るいじゃないですかっていう感じなんですね。でそれに対してのワンドってなんか十分生きていくバイタリティがある、やっていく体力がある、気力がある、情熱があるあるんです。だけどなんとなく癖でこう対策の方を考えとこうとか、ちょっと問題点がないか探そうみたいな感じになってるんだなと思うけど、大丈夫ですよって、せめてこの10月前半は喜びの方に目を向けてもいいし、自分ではそんな喜んでばっかりいたら怖いと思うかもしれないけど、今そういう楽しめる時ですからって感じで言われてる気がしました。せっかくねカップの10も出てるので、喜び感じてねっていうのが私の今回のリーディングだと思います。ちょっとその上で、お仕事面見てみますね。仕事、ジャスティス、ストレングス、カップ、クイーンということで、いいですね。ものすごい仕事もいい、もう自分の力十分に発揮できる、自分だけの感性で、今ちょうど感覚がすごく鋭くなっている時だから、自分だけの感性でオリジナルなものを作れるし、自分だけの感覚でいいものを提供できるし、相手にも合わせるし、状況も見れるし、不可能を可能にする力自分の中にありますみたいな感じがあって、すごくないですか。仕事って皆さんどんな仕事されてるか人それぞれだと思いますけれども、今いる状況の中で十分に自分の能力出せる、魅力も出せる、才能も出せるって感じがありますね。ダイヤルから2枚も出てるし、なんか今本当にすごい応援されてますよね。ぜひその感覚ね、自分で味わってください。私できるみたいな、私仕事できるじゃんみたいな感じでやってみてください。でお仕事されてない方でも別に自分の役割、これが私の今の仕事だって思うことを十分楽しみながらできるって感じはしますよ。誰も今の乙女座さんを責めてないね。ちょっと人間関係見てみます。人間関係、タワー、カップ、キング、ペンタクルスということで、何かやっぱり人に対してはショックとかちょっと悲しいとか
びっくりみたいなことがあるんでしょうね。前回もそうでしたよね、確かね。何かその気になる人がいるのかな、その人との関係において自分が上がったり下がったりするのかもしれないですけれども、今本当にこの日食の期間っていうのはちょっと若干見えない霧の中にいる中で、相手をどれだけ信じられますか、相手のことをどれだけ信用できますかとか、自分のこともどれだけ信用できますか、相手のことをどれだけなんか愛せますかみたいな感じの時なので、とかびっくりとかそういうの感情があったらあっただけ、自分がすごく今鍛えられてるんだなっていうふうに思ってくださいね。で、私が感じる分には人間関係において自分ではびっくりとかとか思ったとしても、相手はすごく優しいですよ。相手はそれを分かってくれてる、こっちが動揺してるとかびっくりしてるとかっていうのを分かってくれてて、それを責めてない、それをそうですよねみたいな、そうだよねって感じで分かってくれてる、こっちの感情を理解しようとしてくれてるって感じがあるので、うまくこれやっていけますけどね。ここでのペンタクスの2っていうのがまたね2枚も出ていて、ペンタクスの2っていうのはうまくこうバランス取りながら状況を見ながら上がったり下がったりする時もあるけど、ちょっと怖い時もあるけど、でもやっていけますよっていう感じで言われているので、おそらく続けていきたい関係性においてはなんだかんだあったとしても感情をちゃんとシェアしてうまくやっていけるんですよ、関係性はね。感情が消えてないから全然、状況が変わるだけ。今までと状況が変わる、何か状況が変わるだけでお互いの気持ちっていうのは変わってないんだなっていう感じ。なんか同じとこにいてずっと同じ気持ちって難しいんですよね。状況が変わるからこそ、その度に改めて相手のことを見てフレッシュな相手とつながって、そしてまた感じたことをシェアしていく方が豊かになる感じがするので、そんな感覚で捉えてくださいね。なんか今ねいい感じだから本当なんか結婚式の感じなんですよ。でも違うことに自分は意識を向けてるってことで、喜びのね波動を感じてくださいね。今ちょっと最後にもう一枚見てみたいと思います。乙女座さんね。はい、どうですか、このカードを見て何かしら感じることがあれば、皆さんも直感を使ってメッセージ受け取ってみてくださいね。何か見えてくるんじゃないですか。やっぱり今こうビジョンが見えるみたいなね、直感を使って受け止めてね、受け取ってねって感じがしますよ。ご自自身が昔描いていた夢が今来てるのかもしれないし、その夢を実現させるための学びっていうものが今与えられているのかもしれないですね。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。もし何かしら良かったよとか分かりましたって方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントもありがたく拝見しています。はい、ということで、ぜひ豊かな時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。